突然ですが、皆さんは静電容量無接点方式キーボードというものをご存知でしょうか？静電容量無接点方式キーボードとは簡単に言えば、独特で極上の打ち心地を楽しむことができる超高級キーボード。他のキーボードでは絶対に味わえないような唯一無二の感触を得ることができるため、今なお地球上のキーボードオタクたちを魅了し続けています。僕もだいたい2021年くらいに静電容量無接点方式キーボードであるリアルフォースというキーボードに出会い、気がつけばキーボード沼ズブズブ人間としてかれこれ3年以上 YouTube でガジェット関連の動画を投稿しているような人間になってしまいました。要するに一人の人間を狂わせてしまうほどの魅力というものを静電容量無接点方式キーボードは持っているわけです。今この動画を見ているそこのあなたも、もしかしたら静電容量無接点方式キーボードというものの存在を知ってしまい、いても立ってもいられずインターネットでいろいろな情報をかき集めている最中なのかもしれません。しかしながら静電容量無接点方式キーボードについて調べれば調べるほどに浮かび上がってくる問題というのが、静電容量無接点方式キーボードどれ買えばいいの問題。静電容量無接点方式キーボードというものは何を隠そう超高級キーボードですから、シンプルな話、通常のキーボードとは思えない上気を逸したような価格が設定されているわけです。まあ普通のキーボードじゃないからなんですけど、よってかなり高額なお買い物となる以上、失敗だけはしたくないわけです。ところが静電容量無接点方式キーボードというアイテム、思ったより種類が多いんですよね。その中でも特に迷ってしまうポイントが HHKB とリアルフォースの存在。どちらも同じく静電容量無接点方式キーボードであるにもかかわらず、インターネット上では圧倒的 HHKB 派の人間と絶対的リアルフォース派の人間というものに大きく二分されているからです。一体どっちを買えばいいんだ？というわけで今回は静電容量無接点方式キーボードを購入しようと考えている誰もが迷ってしまうであろう HHKB とリアルフォースという2つの静電容量無接点方式キーボードはそれぞれ一体何が同じでどこが違うのか、そして結局どっちを買えばいいのか、両者を徹底比較していきます。というわけで早速 HHKB とリアルフォースという2つのキーボードについて比較していきたいところなんですが、その前にそもそも静電容量無接点方式キーボードとは一体何なのか改めておさらいをしておきましょう。静電容量無接点方式キーボードとは身も蓋もないことを言ってしまうと、静電容量無接点方式スイッチが搭載されているキーボードのこと。なんとも面白くない説明なんですが、今現在この世に存在しているキーボードというものは搭載されているスイッチによってざっくりと4種類に分けることができます。まず一つがメンブレンキーボード、学校やオフィスなど至るところで使用されているいわゆる普通のキーボードです。ちなみにこれが一番安いです。二つ目がパンタグラフキーボード、ノート PC などに搭載されている薄型キーボードです。ペチペチしています。三つ目がメカニカルキーボード、 PC でゲームをする方にとってはかなり馴染みのあるものかもしれませんね。こんな感じのメカニカルスイッチというものが搭載されているキーボードです。ちなみにこのメカニカルスイッチにはものすごい数の種類が存在していて、それぞれ感触が全く違うのですごく沼が深いんですが、その話は後日またじっくりとしましょう。そして最後が今回皆さんと一緒に徹底比較をしていきたい静電容量無接点方式キーボードというものなのです。静電容量無接点方式キーボードの特徴はボードでもお伝えした通り、その打ち心地。これは言葉で表すのが非常に難しい部分なので、ぜひともお近くの家電量販店なんかでお触りしてみていただきたいんですが、なんとかその打鍵感を言葉で伝えるのならば、ポイントとなるのは摩擦感。静電容量無接点方式キーボードの打鍵感はよくスコスコと形容されるのですが、このスという部分にはまさに特徴的な摩擦感が現れています。僕は一般的なキーボード沼ズブズブ人間なので、詳しいスイッチ内の構造なんかは全くわからないんですが、どういうわけかキーを入力すると軸のような部分が絶妙にスイッチ内で擦れるような感触を得ることができます。この感触がものすごく癖になるんです。そして打ち心地以外にも実は耐久性に優れているという点も静電容量無接点方式キーボードの特徴だったりします。静電容量無接点方式キーボードはその名前にもある通り無接
点ということで、どうやらキーを入力する際の接点が存在していないので、ものすごく寿命が長いらしいです。ちなみにその圧倒的な耐久性が買われて、セブンイレブンにある ATM の数字機には静電容量無接点方式スイッチが採用されています。なので、実は家電量販店に行かずとも静電容量無接点方式キーボードをお触りすることができます。なお、これは完全に余談なんですが、実は静電容量無接点方式キーボードには HHKB とリアルフォース以外にも NIZ というメーカーから販売されているものがあります。同じく静電容量無接点方式キーボードではありますが、HHKB やリアルフォースとはまた違ったポコポコするような打鍵感を楽しむことができるなど、個人的には結構気に入っていたり、最近は某家電量販店の店頭にも並んでいることがあったりするんですが、HHKB やリアルフォースに比べるとちょっと沼が深めなアイテムな気がするので、この動画ではあえて取り上げることはしません。ただ、NIZ のキーボードもちょっと気になっているという方は、以前NIZ のキーボードについて語り尽くしている動画を投稿しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧になってみてください。というわけで、ここまでそもそも静電容量無接点方式キーボードとは一体何なのかということについて長々とお話ししてきました。それではここからはいよいよ本題。同じく静電容量無接点方式キーボードである HHKB とリアルフォースは一体どこが違うのか、こちらの2つを徹底比較していきましょう。ちなみに HHKB とかリアルフォースと一口に言っても、実は色々な種類やモデルなんかがラインナップされていたりするんですが、今回僕が手元に用意して実際に使用してみたのがこちらです。こっちが HHKB プロフェッショナルハイブリッド日本語配列。こっちがリアルフォース R2TL US3BK。贅沢な眺めですね。せっかくなので HHKB とリアルフォースには現在どんなラインナップがあるのかというものもざっくりとご紹介しておきましょう。まずは HHKB。現在購入することができるのは有線モデルの HHKB プロフェッショナルクラシック。そして有線接続と Bluetooth 接続の両方に対応した HHKB プロフェッショナルハイブリッド。そしてさらに静音スイッチが搭載されている HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S という3種類です。ちなみに最近 HHKB スタジオという新しいキーボードが登場したんですが、こちらはそもそも静電容量無接点方式キーボードではなくメカニカルキーボードなので、今回は見なかったことにします。そしてリアルフォース。実はリアルフォースについてはとんでもなく様々な種類が存在しているので、全てをご紹介してしまうとそれだけで1本の長めの動画になってしまうので、今はとりあえずものすごくざっくりとご紹介します。ちなみにリアルフォースの種類を解説した1本の長めの動画は過去にもうすでに投稿しているので、リアルフォース買うぞと思った際にはぜひこちらも参考にしていただけると嬉しいです。リアルフォースのモデルについては現在 R3 と R3S という2種類が存在しています。とはいえ両者に性能的な大きな違いというものはなく、基本的にはデザインの違いと思っていただいて構いません。R3 モデルはちょっと丸っこいビジュアル、R3S は角張っているビジュアルというくらいです。ちなみにリアルフォースにも最近巷を賑わせている GX1 という新しいキーボードが存在しています。こちらは静電容量無接点方式キーボードなので選択肢としては十分にありなんですが、かなりゴリゴリに PC でゲームをすることを想定して開発されたキーボードでちょっとややこしくなるので、今回は見なかったことにします。HHKB とリアルフォースという2つの静電容量無接点方式キーボードを比較すると、当然ではありますが、両者に共通する要素と両者で全く異なる要素というものが現れてきます。なのでまずは HHKB とリアルフォースのどちらを選んでも同じになる要素というものからご紹介していきましょう。まず一体どんな要素が両者に共通しているのかというのを先に列挙してしまうと、キースイッチ、接続方式、価格、キーキャップ規格、カラーリング。共通点 ① キースイッチ。実は HHKB とリアルフォースはそれぞれ異なるメーカーから登場している静電容量無接点方式キーボードなんですが、搭載されているキースイッチについては全く同じものだったりします。もう少し具体的にお伝えするのならば、 HHKB については PFU というリコーグループの会社から発売されているキーボードです。リコーといえば光学機器なんかを製造しているメーカーで全く関係ないんですが、ついこの間僕もリコーの GR というカメラを購入してしまいました。一方のリアルフォースについてはトープレという会社から発売されているキーボードです。トープレという企業名はもともと東京プレスだったこともあり、自動車用部品とか冷蔵車の空調機などを手掛けているメーカーで、街中でよくトープレと書いてある泥よけがついているトラックもよく見かけますよね。ということで全く違うメーカーから登場している2つのキーボードなんですが、実はどちらとも搭載されているのはトープレ製のスイッチです。もう少し言ってしまうのならば、リアルフォースと HHKB のどちらも
もトープレが作っています。その証拠にどちらも最近は相模原市のふるさと納税の返礼品としてラインナップされていますし、製造者も全く同じ住所です。なので実質 HHKB もリアルフォースも同じシリーズのキーボードだと思っていただいても、キーボード選びをする際には全く差し支えはないんじゃないかなと思います。ということでちょっとしたトリビア的なお話をしてしまったんですが、これは製品ラインナップにも同じようなことが言えます。例えばリアルフォースではキースイッチのバリエーションとして通常スイッチと静音スイッチという2種類が存在しています。読んで字のごとく打鍵音が普通のスイッチとより静音性を追求したタイプのスイッチということです。一方の HHKB についても HHKB プロフェッショナルハイブリッドというモデルと HHKB プロフェッショナルクラシックというモデルについてはトープレ製の通常スイッチが搭載されていて、 HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S というモデルにはトープレ製の静音スイッチが搭載されているので、 HHKB とリアルフォースのどちらを選んだとしてもそれぞれ通常スイッチと静音スイッチを選ぶことができるので、キースイッチという点については HHKB とリアルフォースのどちらを選んだとしても共通する要素ということになります。ただここで言っておかなければならないのは、キースイッチが同じでも打鍵感が同じとは限らないという点です。カタログスペックが同じであってもキーボード沼ズブズブ人間の僕の指をごまかすことはできません。実際に使用してみて感じたんですが、実は HHKB とリアルフォースには結構打鍵感の違いというものが存在しているんですよね。ただこの部分については後ほど打鍵音とともにじっくりとお話ししたいと思います。いずれにせよ HHKB とリアルフォースのどちらにもトープレ製のスイッチが搭載されているよということです。共通点②、接続方式。キーボードを選ぶ際に重視するポイントは当然人それぞれではありますが、ワイヤレスで使えるかどうかという利便性を重視するという方も多いのではないかと思います。結論からお話しすると HHKB とリアルフォースのどちらにもそれぞれ有線モデルとハイブリッドモデルの2種類が存在しています。有線モデルというのは USB 接続によって PC で使用することができるタイプのキーボードであり、一方のハイブリッドモデルというのは USB 接続に加えて Bluetoothによるワイヤレス接続も行うことができるタイプのキーボードのことです。例えばリアルフォースの場合は公式ページからこんな感じで有線モデルとハイブリッドモデルをそれぞれ絞り込んであげると一目でチェックすることができますし、 HHKB の場合は名前にハイブリッドとついているものはハイブリッドモデルで有線接続と Bluetooth 接続の両方に対応していて、一方の HHKB プロフェッショナルクラシックというモデルについては有線接続オンリーのモデルとなります。ちなみに HHKB もリアルフォースもハイブリッドモデルの場合は電池によって駆動することになるので、繰り返し使うことでバッテリーがへたってしまうなんていう心配もありません。共通点③、価格。動画としてはまだまだ中盤ではあるんですが、ここで一番気になっているかもしれないお値段のお話をしてしまいましょう。 HHKB もリアルフォースもどちらも超高級キーボードであり、およそ文字を入力するためだけのデバイスとは到底思えないような価格となっているわけなんですが、こと HHKB とリアルフォースのお値段を比較した際にはそこまで大きな差というものは出てきません。例えばどちらもハイブリッドモデルかつ静音スイッチ搭載仕様のキーボードで比較した場合、 HHKB は36,850円、リアルフォースは34,980円、ほぼ一緒ということなので、静電容量無接点方式キーボードが欲しいなぁと思って HHKB とリアルフォースを比較した際には、お値段というのはそこまで大きな決め手になることはありません。言い換えればお値段以外のキーボードの性能とか仕様などで思い思いのキーボードを選ぶことができるというわけです。よかったなみんな。共通点�4、カラーリング。当然キーボードはデスクの上に常に置いておくようなアイテムなので、自分のお気に入りカラーを選んでおくのも非常に重要なことですよね。そんなお色のバリエーションのお話なんですが、実はこちらも HHKB とリアルフォースではほとんど同じです。具体的に言えばどちらもざっくりとブラック系のカラーとホワイト系のカラーがラインナップされています。リアルフォースの場合は現在ブラックとスーパーホワイトという2色から選択することができ、 HHKB の場合には現在墨というブラックのカラーと白というややアイボリーっぽいカラー、そして雪という真っ白なカラーという3色から選択することができます。ここが先ほどほとんど同じといった部分です。 HHKB の場合にはいわゆるブラックとホワイトに加えてちょっと温かみのあるアイボリーカラーを選択することができるんですが、リアルフォースの場合にはこの何とも言えないぬくもりティあふれるカラーというのは現在ラインナップされていません。一世代前の R2 シリーズまではアイボリーカラーも存在していたんですけどね。というこ
ことなので、基本的にはブラックとホワイトのカラーについてはどちらであっても選ぶことができますので、そこまで困る人は多くないと思うのですが、ごく一部の人間にとっては決め手になってしまうかもしれませんね。ちなみにカラーについてもう一つだけ若干異なる部分があるとすれば、リアルフォースのキーボードには同じブラックホワイトであったとしても、ケース正面のカラーが通常のブラックホワイトの他にシルバーブラック、シルバーホワイトになるモデルが存在しています。通常モデル、要するに Windows 配列の場合には通常のブラックとホワイトなんですが、Mac モデルの場合にはシルバーブラック、シルバーホワイトという感じで、キーボードの正面だけがシルバー系統のカラーになります。まあ僕は生粋の Windows ユーザーなので全く縁のない話ではあるんですが、Mac で使用することを考えている場合には地味に重要なポイントになってくるかもしれませんね。共通点 ⑤ キーキャップ規格。キーキャップ規格って何と思った方もしかしたらいるかもしれませんが、そんなあなたは正常です。むしろ異常者なのは僕の方ですね。そもそもキーボードにはキーキャップという部分が存在しています。アルファベットなどが印字されている四角いブロックみたいなパーツのことですね。実はこのキーキャップという部品は簡単に取り外すことができます。だからなんだという話ではあるんですが、実は僕のようなキーボード沼ズブズブ人間にはこのキーキャップという部分を自分の好みのカラー、お気に入りのデザインのものに交換して楽しむという非常に不可解な生態が観察されています。めちゃめちゃ簡単に言うなら着せ替え。そしてこのキーキャップ交換をする際に重要になるのがキーキャップの規格。要するにキーキャップがキースイッチの部分にぴったりはまるかどうかという問題です。ちなみに最もポピュラーなキーキャップの規格はチェリー MX 軸と呼ばれるもので、こんな感じの十字型のくぼみが開いているものです。某大手通販サイトなどでキーキャップと検索したら 99% はこのチェリー MX 軸に対応したキーキャップが出てきます。しかしながら今回ご紹介している HHKB とリアルフォースのキーキャップ規格はチェリー MX 軸ではありません。こちらはいわゆるトープレ軸という規格になっており、キーキャップにはこんな感じで I のような溝が開いています。先ほど HHKB とリアルフォースにはどちらも同じトープレ製のスイッチが搭載されているというお話をしたと思うんですが、まさにその延長線上にあるような話題ですね。要するに HHKB とリアルフォースのどちらともいわゆる市販のキーキャップというものを装着して楽しむということはできないんですね。ある意味装着できるキーキャップのバリエーションがものすごく少ないというのは静電容量無接点方式キーボードの宿命かもしれません。ただもちろん着せ替え要素がゼロというわけではありません。例えばリアルフォースにはカラーキーキャップセットというめちゃめちゃカラフルな交換用キーキャップが存在していますし、 HHKB にはキートップセットとして本体に合わせた墨、白、雪カラーのキーキャップに加え、無刻印というキーキャップにアルファベットなどの印字が存在していないタイプの交換用キーキャップが存在しています。そして HHKB とリアルフォースはどちらも同じキーキャップ規格なので、もちろんリアルフォースに HHKB の無刻印キーキャップを装着したり、逆に HHKB にリアルフォースのカラフルなキーキャップを装着するなんていうことも可能です。つまるところ HHKB もリアルフォースもキーキャップの着せ替え要素に差はないということです。というわけでここまで同じく HHKB とリアルフォースという2つの静電容量無接点方式キーボードにおいて共通する要素というものをご紹介してまいりました。実際に比較してみると案外共通している部分というのがたくさんあるんだなという感じがしました。しかしじゃあ別にどっちでもいいのかなと思うにはまだ早いです。なぜなら HHKB とリアルフォースの間には共通点をはるかに上回るようなインパクトを持った全く異なる要素というものがいくつも存在しているからです。というわけでここからはようやくこの動画のメインディッシュとなるであろう HHKB とリアルフォースの2つのキーボードに存在する異なる部分というものをご紹介していきます。まずはその異なる要素というものを先に列挙してしまいましょう。それはサイズ、配列、打鍵感、キー荷重、キーマッピング。違い ① サイズ。キーボードというアイテムにはサイズという概念があります。サイズとはシンプルな話、本体の大きさのことを表すわけなんですが、本体の大きさによってキーボード本体に搭載されることにあるキーの数というものも変わります。具体的に言えば、例えば全部盛りサイズのフルサイズキーボードというものであれば、キーボードの右側部分には点キーと呼ばれるまるで電卓のように数字キーのみが搭載されている部分があるのに対して、点キーレスというサイズのキーボードであれば
れば、この点キーという部分がごっそりと削り取られてしまうわけです。よって、サイズというお話はキーボード選びをする際に大変に重要な事柄であるわけです。さて、そんなサイズに関するお話ですが、実は HHKB とリアルフォースの2つの静電容量無接点方式キーボードでは、ラインナップされているサイズというのが全く異なります。まあよく言えば、住み分けがなされているんですね。リアルフォースに関しては、存在しているラインナップは先にお話ししたフルサイズと電気レスサイズの2種類となっており、大変王道というかベーシックなサイズのキーボードとなっているのに対し、HHKB については 60% と呼ばれるやや特殊なサイズのキーボード1種類のみという強気なラインナップとなっているわけです。60% ってなんだよと思った方もいるかもしれませんが、60% キーボードとは全部盛りサイズであるフルサイズキーボードから右端に搭載されている点キー部分と、さらにその隣に搭載されている矢印キーなどが存在している部分、そしてさらにキーボード上端についているファンクションキーがずらっと並べられている部分というのをごっそりと削り取ってしまったような大きさのキーボードのことです。そんな感じで HHKB とリアルフォースではそれぞれ全く異なるサイズがラインナップされているので、自分が使用したいサイズでどちらにするかを選んであげるのがかなり現実的な選び方になってくると思います。ちなみにフルサイズとか電気レスサイズとか 60% サイズとか結局どれがいいのと思う方もいるかもしれないんですが、それは本当に人それぞれ。ただし僕はどれが一番好きかと聞かれたら 60% サイズが好きです。なんといっても 60% キーボードの最大の魅力は圧倒的なコンパクトさ。デスクの上に置いた際にはものすごく小スペースで、仮にデスクが狭かったり散らかっていたりするような場面でもさっとキーボードを取り出して瞬時に文字入力を始めることができますし、横幅が短い分マウスを動かすスペースというのも十分に確保できるので、 PC 作業をする環境においてはものすごくメリットが多いのです。ちなみに 60% サイズのようなコンパクトなキーボードのメリットについては以前の動画で詳しく語っておりますので、ぜひ気になった方はこちらも合わせてご覧になってみてください。違い2、配列。キーボードというアイテムには配列という概念も存在しています。皆さんが配列という言葉を聞いて思い浮かべるのはおそらく日本語配列とか英語配列というお話だと思います。世の中に存在しているキーボードのキーの並べ方には、主にカナ文字を入力するために構築された日本語配列と、アメリカなどの英語圏でよく用いられる英語配列というものが存在しています。ちなみに僕は圧倒的に英語配列が好きで、そんなお話も過去の動画で長々としたことがあるんですが、今回の配列というお話はそこではありません。なぜなら HHKB もリアルフォースもそれぞれ日本語配列と英語配列のものがラインナップされていて、特に差があるわけではないからです。では今回お話ししたい配列の違いは何かというと、特にこれは英語配列のキーボードについて当てはまる部分なんですが、 HHKB の配列というのがかなり特殊です。実際にリアルフォースの英語配列と HHKB の英語配列というものを見比べてみましょう。まずはこちらがリアルフォース。リアルフォースの英語配列は本当にベーシックなもので、基本的に英語配列のキーボードというのはこんな感じになっているわけです。どうですか？覚えましたか？では次に HHKB の英語配列キーボードを見てみましょう。それがこちら。そんなに変わらなくない？もしかしたら画面の前でそんな顔をしている方もいらっしゃるかもしれないんですが、よく見てみてください。注目すべきはキーボードの一番下の列。なんとなく分かってきましたか？そう、右端と左端の部分にキーが存在していないのです。もう少し具体的にお伝えするならば、キーボードの左端部分には通常コントロールキーというものが存在しているんですが、この部分がごっそりと削り取られてしまい、肝心のコントロールキーはなんとシフトキーの上に移動してしまいました。キャップスロックくん、君はもう必要ない。そう言われてしまったんでしょうね。そして右下部分、通常 60% サイズと呼ばれるタイプのキーボードの場合、ここには矢印キーが搭載されることが通例なんですが、そんな矢印キーも存在していません。じゃあこのキーボードでは矢印キー打てないのと思った方はご安心ください。矢印キーというもの自体は存在していないものの、 HHKB では FN キーを押しながらエンターキーの横にあるこの辺りのキーを入力してあげると、矢印キーそのものは発動させることができます。なので決して入力できないというわけではありません。ただし一つだけ言えることがあるとすれば、間違いなく癖強です。きっと購入してからしばらくはこれまでに使用してきたキーボードとは勝手が異なり、キーボードの配列に慣れるという時間が間違いなく必要になるでしょう。とはいえこの配列というのはプログラマーが理想とする配列として生み出されたものであり、現在もこの配列を愛する人間がたくさんいることも事実なので、決して不便というわけではありません。なので俺は HHKB で最強の文字入力環境を手に入れてやる
るぜという気合があれば HHKB のクセ強配列であっても全く問題なく使用することができるようになると思いますし、ちょっと特殊な配列ハードル感じるなという場合にはリアルフォースの英語配列キーボードを選んであげれば他のキーボードと同じように変わらない文字入力ができると思うので、自分のキーボードに対するモチベーションがどれだけあるのかで選んであげれば問題ないでしょう。なお初めにもお伝えしましたが、このクセ強配列については基本的に英語配列キーボードを使用する際のお話で、日本語配列のキーボードを選ぼうと思っている場合には特に大きな差というのはありません。ちなみに僕が今回使用したのは日本語配列バージョンの HHKB なんですが、キーボード左下には普通にキーが搭載されているし、キーボード右下にも独立した矢印キーというものが存在しています。なのでこちらの HHKB を使用する際には特に迷う部分とか慣れない部分というものはありませんでした。違い丸3、打鍵感。ということで、いよいよ皆さんが一番知りたかった部分だと勝手に思っている打鍵感の違いについてのお話です。前半部分でお話しした通り、HHKB とリアルフォースという2つのキーボードにはどちらも同じくトープレ製のスイッチが搭載されています。なので、理論上は打鍵感も同じになるはずなんですが、じっくりと打鍵感を比べてみると、どうもこの2つには打鍵感の違いというものがありました。というわけで、そのあたりのお話をしていきたいところなんですが、まずは皆さんにこちらの HHKB とリアルフォースの打鍵音というものを聞き比べていただきたいと思います。ちなみに今回は HHKB もリアルフォースも同じ通常スイッチが搭載されているモデルとなります。というわけでいかがだったでしょうか。おそらくこの2つのキーボードの打鍵音の違いにお気づきいただけたのではないかと思うのですが、まず率直な感想として HHKB の方が音がでかい。今回は静音スイッチではないので、キーを入力する際に音が鳴ってしまうこと自体については全く問題ないのですが、同じく静音スイッチではないリアルフォースと比較した場合、間違いなく HHKB の方が大きな打鍵音を鳴らすことになります。逆に言えばリアルフォースの場合、静音スイッチでなかったとしてもこれだけの静音性を得ることができるという意味で、静かな打鍵音のキーボードが欲しいという場合にはかなり有力な候補となってくれるのではないでしょうか。ということで、打鍵音の大きさに違いがある両者なんですが、おそらくこれはキーが底打ちした際に生じる音の違いだと思います。例えば HHKB では比較的高めのスチャスチャみたいな音が鳴るんですが、リアルフォースを入力した際にはやや低めの音でドンという衝撃音のようなものが聞こえてきて、 HHKB のような硬いものを叩くみたいな打鍵音はあまり発生しません。つまりリアルフォースの場合はキーを入力した時に何らかのクッションのようなものでキーを入力した際の衝撃というものが多少吸収されているんです。このクッションの存在というものがまさに両者の打鍵感に違いというものをもたらしているわけです。そんな HHKB とリアルフォースの打鍵感なんですが、個人的にどちらの方が好みかと聞かれると圧倒的に HHKB の方が好きです。それはまさに底打ちの際の硬い感触という部分にあるのではないかと思っています。キーを入力した際の底打ちの感触が硬いと、その分だけキーを入力したというダイレクトな感触を指で得ることができるので、キーの一打ち一打ちに対する満足度というものがかなり高くなりますし、さらには底打ちの感触が硬いとキーを入力する際の力というものが吸収されず、キーを入力した際の跳ね返りの力というものが最大限に受けられるので、次
次のキーへの移動にもかなり勢いをつけることができて、よりスムーズな指の移動というものを実現することができます。一言で言うのならば、ハキハキした打ち心地を味わうことができるんです。ただその分だけ衝撃をダイレクトにキーボード本体に与えることになるわけですから、当然キー入力の際に鳴ってしまう音は大きくなります。一方、クッションのようなものでキーが底打ちする際の衝撃というものを吸収した場合には、もちろんキー入力の際になる打鍵音を抑えることができるんですが、その分だけキーを入力する際の指の勢いとか入力した際の満足度というようなものまでクッションで吸収されてしまうような感覚があり、個人的には HHKB と比較するとそこまで心地よい打鍵感と感じることはできなくなってしまいました。もしかしたらリアルフォースを入力した際にまるでメンブレンキーボードのようだと感じたことがある方もいるかもしれないんですが、それはおそらくスイッチの底に存在しているクッションを押し込むような感触がメンブレンキーボード内部のゴム状のスイッチを入力する感覚に重なってくるからだと思います。とはいえ実際には静電容量無接点方式キーボードは入力の際に必要な力というものが一定なので、指が感じる疲れなんかは全く違うんですけどね。ということでまとめるのなら HHKB の方が打鍵音は大きいのですが、その分だけはっきりとした底打ちのような感触があるので、より満足度の高い打鍵感というものを得ることができました。なお今回はどちらも通常スイッチが搭載されているモデルで比較したんですが、おそらく静音スイッチが搭載されているモデルの場合でも同じような結果になるのではないかと考えています。ただそもそも通常スイッチと静音スイッチではかなり打鍵感が変わってくるので、静音スイッチも気になるなという方はぜひ家電量販店なんかで試し打ちをしてみるのがいいと思います。違い ④ キー荷重。実はキーボードには荷重という概念も存在しています。要するにキーをそこまで押し込むのにどれくらいの力が必要なのかというお話です。このキーの重さに関して HHKB の場合はどのモデルを選んだとしても 45g のスイッチが搭載されているんですが、なんとリアルフォースの場合はこのキーの重さというものを 35g、45g そして変荷重という3つのスタイルから選ぶことができてしまいます。 30g に関しては 45g よりも軽いんだなという感じで直感的に理解することができるんですが、変荷重とは何なのかというと、キーボード上の人差し指や中指などの力が強めの指で入力するような部分に存在しているキーについてはちょっと重めの 45g、 薬指や小指などで入力するような部分に存在しているキーについてはちょっと軽めの 30g のスイッチが搭載されているという、まさにハイブリッドなモデルという感じのキーボードになっています。正直な話、どれを選んでもそこまで困ることはないんじゃないかなと思うんですが、一番無難なのは 45g です。実際 45g のキーボードを使用していたとしても、静電容量無接点方式キーボードというものはそもそもかなり感触が軽いようなものになっているので、キーが重すぎて指が疲れちゃうよということにはまずなりません。むしろ 30g のスイッチを選んで、軽すぎて逆に入力しづらいんだけどという声の方がよく耳にします。ちなみにそんなことを言っておきながら、僕が一番好きなのは 30g のスイッチです。僕は握力が万年20前後をさまよっているような貧弱お手手の持ち主なので、キーの重さというのは軽ければ軽いほどタイピングが楽になると思っているからです。さらに言えば、例えば文字入力をしていてめちゃめちゃ文章を打ち間違えちゃったみたいな場面で、バックスペースを連打する場面ではものすごく軽いキー荷重を活かして他のどんなキーボードよりも爆速で連打をすることができるので、かなり入力速度というのを上げることも可能になります。このあたりはぜひご自身の指の力と相談して選んでいただければと思います。違い ⑤ キーマッピング。そこまで大きな違いではないかもしれないんですが、それでも最後にお伝えしておきたい HHKB とリアルフォースの違いというのはキーマッピング。簡単に言えばキーボード内の任意のキーに対して自分の好きなキーや機能などを割り当てることができる機能のことです。やはり自分のキーボードをより使いやすく、より自分だけのものにカスタマイズするためにはどうしてもキーマッピングができるのか否かというのが気になってしまうところではありますよね。さてまず一つ言っておくのならば、 HHKB であってもリアルフォースであってもキーマッピングそのものは行うことが可能です。例えば HHKB であればハッピーハッキンキーボードキーマップ変更ツール、リアルフォースであればリアルフォースコネクトというソフトウェアをダウンロードすることでキーマッピングを行うことが可能になります。しかしながらどの程度キーマッピングを行うことができるのかという点が両者では異なっていました。まずはリアルフォースの場合です。残念ながら僕が使用しているリアルフォースについては一世代前のアイテムなので、ソフトウェアを実際にインストールして使用するということは
はできず、ユーザーマニュアルの内容を見て確認したものなんですが、リアルフォースのソフトウェアにおいては、好きなキーを任意の位置に割り当てることができるのはもちろんのこと、ショートカットキーとしていくつかの連続したキーストロークなんかも一つのキーに割り当てることができます。なので、例えばショートカットキーとして Windows プラス Shift プラス S というのを割り当てれば、キーを1回押すだけで PC 上でスクリーンショットを撮ることができるようになります。さらにはいくつかのマクロというものを設定することも可能であり、ユーザー辞書などと組み合わせれば、キーを一つ押しただけで特定の絵文字を爆速入力することのできるマクロみたいなものを作成することもできるなど、かなりキーマッピングの自由度というのは高いものになっていました。一方で HHKB のキーマッピングソフトウェアというものはこんな感じになっていて、大変シンプル。ちなみにこっちはちゃんと自分の PC にインストールして使用することができたんですが、ソフトウェア上でできることはキーマッピングの変更かファームウェアアップデートの2つしかありません。さらに言えばこのキーマップ変更という機能もこんな感じでソフトウェア上で用意されているキーを特定のキーに割り当てることができるというものに限られていて、例えば特定のショートカットキーを割り当てたりマクロを組んだりということはできません。なのでキーマッピングというものについてはかなり限定された範囲でしか行うことができないわけです。というか実は HHKB というキーボードについては基本的にソフトウェアをインストールして PC 上でキーマッピングを変更するなんていうことは初めから必要ないように設計されています。実は HHKB の本体裏面にはこんな感じのキー割り当てを切り替えることのできるスイッチというものが搭載されています。なので例えばこちらの HHKB プロフェッショナルハイブリッド日本語配列の場合には1番のスイッチを操作すると Windows 配列と Mac 配列を切り替えることができたり、2番のスイッチを操作すると左下の FN キーをコントロールキーに変更することができたりという感じで、みんなここのキー変えたいんだろうなという部分については本体裏面のスイッチを操作することによって変更することができるようになっているんです。ということである意味ごちゃごちゃと色々なキーマッピングなどをいじらなくてもシンプルに使えるキーボードというのが HHKB の特徴なのかもしれません。まあ個人的には新しいキーボードを手に入れたら FN キーを押している間は WASD 側に点キーを出現させるというキーマッピングを行わないと気が済まない厄介なキーボードオタクなので HHKB ではちょっと物足りない部分がありますね。というわけでここまで HHKB とリアルフォースの共通点と違いについてめちゃめちゃじっくりとお話ししてまいりました。じゃあ結局静電容量無接点方式キーボードが欲しいと思った場合どちらを購入するのがいいんでしょうか。正直なところ僕はこの動画を見ている皆さん全員にこっちを買えということはできません。なぜなら HHKB とリアルフォースの両者を比較すればするほどに全く異なる機能、コンセプトを持ったキーボードなんだと強く感じてしまったからです。いやそんなつまんない答えなんでどうでもいいからどっちがいいのか言えよと今この動画を見ながら思っている方もいるかもしれません。なのでこの動画の結論としては皆さんのそれぞれの目的、やりたいことに合わせてより魅力的だなと感じた方を手に入れてあげるのが最も幸せになれるんだよということを前提とした上で、もしも僕が身近な友人や知り合いなどに HHKB とリアルフォースってどっちの方がいいのとご飯でも食べている時に聞かれたとしたらどっちをおすすめするのかということを最後にお話しして終わりにしたいと思います。もしもどっちかと言われたら HHKBをおすすめしちゃいますね。なぜならば HHKB の方がよりキーボード沼へズブズブに叩き落とすことができるアイテムだからです。正直な話リアルフォースというキーボードはかなり無難です。リアルフォースというキーボードには当たり障りのないキー配列、当たり障りのない機能というものが搭載されているためにどんな人が使ったとしても同じだけのパフォーマンスを出せるような、言ってみればものすごく普通のキーボードなんです。だからこそどんなオフィスであったとしても従業員の皆さんに対して一括で支給できてしまうようなキーボードになっているわけです。それに対して HHKB というキーボードはどうでしょうか。まずは 60% というものすごくコンパクトなサイズ、そしてなんとも特徴的なキー配列、それでいてハキハキとした打鍵感、これらはどれもまっとうに人間社会を生きていればまず出会うことはない、まさに異質なキーボードなわけです。だからこそキーボードの沼にズブズブになっている我々が一体どんな要素に心をときめかせて沼で溺れかけているのかという部分を最短で全て体験することができてしまうんです。怖いでしょ。ただしもちろん異質で尖った性能を持っているキーボードなわけですから全ての人に刺さるわけではありません。キーボードオタクの素質がある人間なら一度触ってしまえばもう二度と戻ってこれなくなってしまうでしょうし、逆にそこまで刺さらない人にとってはなんだか気難しいキーボードのようにも感じてしまうわけです。だからこそちょっとした知り合いであれば HHKB を進めてキーボード沼ズブズブになってくれれば儲けもんだし、別に刺さらなかったとしてもそれはそれで同じものを体験した仲間ということで絆が深まるわけで悪いことは
は一つも起こらないんですが、逆にこの動画で画面の前の全ての皆さんに HHKB がいいよと言った場合、万が一皆さんが最悪の体験をしてしまったとしても、僕は責任を取ることができないので、やっぱり言いません。ということなので、今の話は僕の独り言でした。終了。というわけで今回は同じく静電容量無接点方式キーボードである HHKB とリアルフォースという2つのキーボードは結局どこがどう違ってどっちを買えばいいのかということについてお話ししてまいりました。いずれにせよ静電容量無接点方式キーボードというものには一人の人間を狂わすことができるだけの力が備わっていると僕は自分の体験として実感しておりますので、少しでも気になった方はぜひ実際に触ってみてキーボード沼への扉を開いてみてはいかがでしょうか。またこちらのチャンネルでは今回の動画以外にもリアルフォースの選び方とか第3の静電容量無接点方式キーボードであるニーズとは一体何なのかなどなど、静電容量無接点方式キーボードに関する動画というのもいくつか投稿しておりますので、ぜひ皆さんの情報収集にこちらの動画の方もチェックしていただけると嬉しいです。あとは動画の高評価とかコメントとか旧 TwitterX のフォローなどなどいろいろよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。